こんにちは、かよです。今日は30日間チャレンジの10日目、行きましょう。いつも私が来ている公園からね、今日はお送りしていきますよ。ちょっとうるさいかな、大丈夫？このね、公園の横にすぐね、フリーウェイがあるんですよ。ちょっとうるさいかもしれない。大丈夫？アメリカのね、公園で私結構過ごすんですけど、今日はアメリカの公園と日本の公園を見て、私が感じていることを話していきます。特に育児中でね、育児中も気軽に運動したいよねっていうことで、もしね、日本で育児関係のお仕事をされている方にもぜひ見ていただきたい内容だと私は思います。毎年夏、日本へ帰るようにしてるんですよ。で、今年もね、日本へ行ってきました。で、毎回行くたびに思うことがあるんです。それは何かっていうと、日本の公園は育児に優しくないっていうことです。これね、今ね見てくださっている方っていうのはいろんな国に住んでいらっしゃると思うんですけど、ご自身が住んでいる国の公園を見てねいただきたいんですよ。お子さんがいらっしゃらない方もね、足を運んでウォーキングしてみるのもいいと思うし、子どもの遊び場がどんな感じで作られているのかなっていうのもぜひチェックしていただきたいんですよ。で、私毎回思うのが、日本で小さい子どもさんをね、育てていらっしゃる方っていうのは本当にね、頭が下がるんですよ。小さいお子さんってやはりエネルギッシュなので、常にもう体をね動かしたいんですよ。で、そこでどこで体を動かすかってなると、やはり公園が一番手っ取り早いんですね。でも日本の公園へ足を運ぶと、私は長崎出身なんですけど、遊具とか、遊具ってあるから、ジャングルジムっていうんですか、ジャングルジムとか滑り台とか、そういった子供がちっちゃい子供が遊ぶね、遊具が置いてありますよね、公園が。で、その遊具がものすごくね古いんですよ。街の方に足を運ぶと、遊具はね結構新しいものがあったりするとこもあるんですけど、郊外に行くともうほとんどね、昭和っていうぐらいの滑り台、ほら滑り台、これですよ、急なやつですよ。私たちが昔ちっちゃい時遊んでたやつね、あれがまだねそのまま残ってるところが多いんですよ。しかもね、芝生も飼ってなかったり、子供がこう登って遊ぶこうトライアングルみたいなやつですね。で、それが一本一本ねロープでこうロープで作られている遊び場があったんですよ。そのロープを伝って上へ子供は登っていきます。で、その下をね見た時に驚愕したんですけど、下がね、コンクリートだったんですよ。もしくは砂みたいな感じです。で、硬いんですよ。で、もし子供がねそこから落ちた時にかなりの確率で怪我するんですね。で、このようにね、日本の公園は設備が古くてアップデートされてなくて、メンテナンスがね行き届いてないんですよ。小さいお子さんの育児をされているお父さんやお母さんっていうのは、どうやってねお子さんを遊ばせてらっしゃるんだろうって思ったんです。日本にもいろいろね自然があふれて行けるところがたくさんあると思うんですけど、でもやはりね、私自身は公園が一番お金もかからないしね、いい環境だと思うんです。お友達とのコミュニケーションも生まれるし。でね、一方でアメリカの公園ってどんな感じなのかなっていうと、一言で言うと子育てに優しい公園でございます。いつも私が行っている公園っていうのは、今私の後ろに芝生がブワーってありますよね。で、芝生の周りにウォーキングトレイルっていうんですけど、それがねぐるーっと芝生を囲むように設計されてるんです。
この芝生の向こう側に子供が遊ぶところがあるんですよ。でこの間ねビデオ撮ってますので、でこういった感じでこうやって子供が遊ぶプレイグラウンドもしっかりと設計されていて、ね、下を見てください、地面を見てください。コンクリートじゃないでしょ。これはあれね、ウッドチップっていうのかな、日本語で。あれがバーッと敷き詰められていたり、違う公園では砂場がね敷き詰められたりしているんですよ。遊ぶ遊具の地面がコンクリートのところって多分ほとんどないんじゃないんですかね。あとはね、床がゴムだったりするところもあります。でね、この公園を見て気づかれました？ここもね、ちゃんとお父さんやお母さんを気遣って設計されてるんですよ。子供がね、その真ん中の遊ぶところ、ブランコとか滑り台とかね、ここで遊んでいる間に、ベンチに座ってもいいんですよ。ベンチに座ってゆっくり本を読んだりもできます。だけど子供を見ながらウォーキングがねできるんですよ。私がね乳がんになった一つの原因として運動不足がありました。ちっちゃいお子さんっていうのは一緒にね歩いてくれる子もいるかもしれないんですけど、もしですよ、あなたがウォーキングしたいと思った時に一緒に歩こうよって言ってもやだ、したくないとか言う子もいるんですよ。そんないやいや言ってる子を引き連れてまで歩きにはね行かない方が多いと思うんです。だけどこういう時にこそ公園にね連れて行ってあげて、子供が遊んでいる間、あまり小さい子は一人でね遊ばせるのは危ないですけど、ある程度大きくなってきたらちょこちょこ見ながらね、歩けることもできるんです。このようにアメリカはね子供の遊び場があって、その周りにね子供をそのちっちゃい子を見ながら歩けるスペースが確保されてるんですよ。私もこの闘病を乗り越えた後は日々ね、ウォーキングしてるんです。でも当初はまだ息子もちっちゃかったので、このように、プレイグラウンドで遊ばせながら私もその周りをぐるぐる回って運動してたんですよ。でこのような感じでもう日本もねもっと公園とかにお金を費やしてほしいんですよ。なんか育児に優しくないなって、もうお父さんお母さんよくやってるなって私思うんですよ。もうね一言言わせていただけるなら、日本はコンビニがありすぎなんですよ。だからコンビニ減らして公園をアップデートするか、もっと育児に優しい公園を作ってもらいたい。作ってって私は言いたいです。日本の公園を見て本当に私はがっかりしました。だから息子をね遊ばせたくてもあんまり遊ばせられなかったんですよ。子供は私たちの未来にとって大事なんですよ。でもそれを見てあげている親御さんや子供さんをお世話していらっしゃる方の健康も第一なんです。お子さんがハッピーで遊んでいる間にも、その子供さんたちを見ている方がね上手に運動できる、または体を動かせるような環境を作っていってほしいと思います。今日は私が日米の公園を見て感じたことをあなたとシェアしてみました。それではまた明日11日目にお会いしましょう。今日もあなたのスマイルマイルがたまりますように。また次回。チャオ。